2010年に青森市の国際芸術センター青森っていうところに3ヶ月滞在して制作をしてたんですけれども、その時の作品はもともとは映像作品を作ろうとして、でセットを作って、鏡とか空間とか、その時は壁と鏡と空間でセットを作ってパフォーマーを招いて、振り付けを作って映像作品を作るっていうプランで制作を始めて、でその時にせっかく滞在して展示空間でずっと作れるだから、セット自体をインスタレーションにして、映像だけでなくて、空間自体も見せるのはどうだろうっていうことをキュレーターとか他の滞在作家とディスカッションして、でそういうふうに作品が発展していって、それが、今回の、ここの十和田市現代美術館で展示している作品の元になっています。2016年に、東京の初台にあるインターコミュニケーションセンターっていうところで展示をした時は、その時にこの形が割と安定したというか、その時システムをきっちりと作り込んだんですけど、場所の特徴としてはこことは全然違っていて、展示室のためにある空間ではない場所で、人が展覧会を見る前に通る空間で、展覧会を見に来た人も入ってくるし、見た後に戻ってきた時にも通るし、他の展示室に行って戻ってきた人も通るしっていう場所で、見られる方向が3方向あって、でなおかつ展示を見るつもりで来て、まだ展示を見るっていうつもりでない人が目にまず入ってくるので、そうではない人をどう取り込むかっていうところを ICC の時はすごい考えて、通り過ぎることもできるけど入ってくださいっていうんじゃなくて、自然と取り込まれるっていうことをすごくその時は気にしてました。去年の2019年の愛知トリエンナーレで伊藤家住宅っていうところで展示をした時に、そこ日本家屋で、築300年の、日本家屋の中の座敷を2使ってインスタレーションしたんですけれども、私はインスタレーションの作品の他に、ダンサーの上村めぐみさんっていう方とユニットをやってパフォーマンスを、全くインスタレーションとは違う形のパフォーマンス作品を発表していて、ここもうすぐで4年目ぐらいなんですけど、もともと上村さんと、2016年から作品を作ってるんですけど、2017年の4月に作った、小津安二郎の映画についてのパフォーマンスがあって、でその頃から、小津の映画の中に登場する、登場人物の動きをダンスとして見るというか、伊藤家住宅の和室っていうことだったりで、小津の映画の中の画面構成だったりを、ちょっと照らし合わせて、愛知トリエンナーレの時のパフォーマンスに小津安二郎の映画の体の動きを少し取り入れてました。タイトルは日本語だと「あなたは翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう」なんですけど、もうなんか聞くとなんとなく聞き流せそうな文章だけど、ちょっと何のことを言ってるか分かんないみたいな言葉で、元は英語でタイトルを最初に作って、で日本語に翻訳してるんですけど、元の英語のタイトルは「You would come back there to see me again the following day」っていうタイトルで、それは英語の文法で、
いう和法っていうのがあると思うんですよ。で C セットでコーテーションマークがあって「I am here」って言ったらコーテーションマークを外すと「She told that」と「She was there」みたいな、なんか変わるじゃないですか。主語とか「here」とかが「there」になったりっていうことが主語が変わるっていうことが映像を見てる時に結構起こるなと思ってて、その枠の中にいるC が愛になったり、なんか愛だと思ってた人は枠の外から見ると C になったり、なんかでも映像を見る時って外から見てるっていう時とその中に没入して見る時があって、それを行ったり来たり結構見る人は自由にしてるっていう、映像を見てって横の人と話したりもするし、なんかそういうことが主語が入れ替わるみたいなこととか「here」が「there」になるみたいなことが結構スムーズに起こってるっていうのを、映像を見る経験の中で人はしてて、でそういったことをこの作品は扱っていると思うんですよ。ただの空の枠を映像だっていうかなんか他の世界だって思って見てしまったり、でもそうじゃないって思ったり、なんかそういうことをしてるので、そっからそういうタイトルを取ってます。この作品は最初にこの形で展示をした時は、撮影スタジオだったんですけど、それはやっぱり映像作品から発展していたからで、自分が撮影しているセットに人を呼んで見てもらうっていう気持ちだったので、撮影スタジオでまず展示したかったんです。すごい真っ暗な空間で照明も撮影の照明をしてで、もっと舞台感があるというかだったんですけど、で、空間自体はそのニュートラルというか空間の意味は消えているもので、撮影スタジオで撮られるみたいなことが撮られるし撮っているみたいなことが起こっていて、でその後、いろいろと形とか大きさとか変わって、いろんなところで展示をしてたんですけど、ここは特にこの窓がすごく大きくて外光がとても綺麗に入るし、展示室の中から街の中が見えるっていうすごく開放的なであって、ちょっとこうどっち向いてるか分かんないっていう感じがする空間だと思ったので、とても窓中心に考えました。なんか作品を見る体験ってその作品を見てる時だけが体験じゃないというか、結構地元の方がフラッと来るっていうこともあるし、遠くから来てくださることもあるし、その来る全部の体験の中でなんかその途中にこうスッと入ってきたみたいな感じで作品を見てもらうことを結構考えてるので、なんかその歩いてきて散歩してきて入ってきてっていう風にしてもらえたらなと。であとはその巡っていると割とポイントを見つけられるので、なんかスーッと通っていくこともできるけど、なんかこうやって歩くと面白いとか、ここから見るとこう見えるとか、なんかそういうところが結構あるので、そういうのを探して見てもらえると嬉しいです。